かな。はい。それでは時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。だいぶ寒くなってまいりましたね。僕もサウナとかに行ってはいるんですけども、鳴った。そうか、今日ちょっと実は今アラームが鳴ってるんですけど、いつも使っているチャートの方で解説をする関係で、もしかするといろいろちょっとアラームが鳴ったりするかもしれませんけど、ご了承ください。はい。それでなんだっけ、ワールドカップも一息ついてね、まあ、よかったなと思いました。楽しませてもらいましたね。はい。で、今日、最初なんですけど、ちょっと画面に出してるものが、ちょっと見にくいかもしれないですけど、本当の頭の良さ、学力ではない、脳科学科、心理学者、教育者の答えということで、最初ちょっとね、こちらの方の話をしていきたいと思います。今日は米国株中心に、お話は進めるんですけど、最初ちょっとね、思うところがあって、こちらの話題をさせてもらいました。はい。で、ちょっとちらっとこう言っていきますね。で、よく、僕も家庭教師とか塾とかやってる身なので、皆さん、知ってらっしゃる方もいると思うんですけど、こう、頭がいいっていうのを、やっぱりね、こう、テストの点数がいいとか、偏差値の高い学校に行ってるといった、目に見えるね、形で、表されていることが多いんじゃないかっていうことで、こちらの記事が載ってますね。はい。で、知能が、書いてあるんですけど、高くても、頭がいいと限らないと。で、私たちが考える、これも僕もそうなんですけど、勉強ができる、テストの点数が高いイコール、良い学校に通ってるっていうイメージとは、若干違うかななんて思っています。はい。で、この先生、書いてる先生なんですけど、西先生っていうんですが、この先生は、ただ、知能が高いこと、頭がいいと、もてはやすことは疑問を投げかけているよってことですね。で、その理由として、小さいうちからもてはやされ続けていることで、本人が努力することを怠ってしまうかもしれない。あと、先々のことを予想しすぎて、リスクを伴うチャレンジをしない、いわゆる安定思考になってしまうのではないか。それから、相手が考えることが、聞く前から分かってしまったり、自分の考えを理解しなくてももらえるだろうと。などと考えることで人とのコミュニケーションを取らなくなってしまうという懸念があるみたいですね。単に、成績を伸ばすっていうことがどこか、限界があるんじゃないかと。よくこれ僕あることなんですけども、やっぱ知りたい、学びたいという気持ち、ここですね、が、伴っていないことが、やっぱり試験が終わった途端に、急に無気力になってしまうんですよ。ここがですね、やっぱ中学生、高校生で本当に多くって、今日もそうだったんですけど、試験が終わった途端に本当にね、やらなくなっちゃうんですね。はい。できる子はできるんですけどね。で、やっぱり、こう、頭がいいっていうことは、じゃあどういうことかっていうのを、やっぱり突き詰めて考えると、これなんですよね。まず最初。この知的好奇心が旺盛であるっていうこと。これがね、ほんと大事なんですよね。はい。僕も常々これは思ってますね。だからどちらかというと、テスト勉強をやるのは、より、テストが終わった後、本当に何を勉強したいかっていうのすごく聞くんですよ。はい。本当聞いてます。はい。一つ目がこの知的好奇心が旺盛であること。それをきっかけを作ることですね。その次ですね。物事を論理的に考えることができる。難しいですよね。この話も。はい。
物事を論理的考え、これは僕的には、理系の問題を使って論理的に考えていこうねっていうことは、伝えたりします。それから国語もそうですね。はい。そういったものを使って、クイズもそうですね。パズルもそうかもしれませんね。うん。やっぱり論理的思考力こそが真の頭の良さにつながってくるんじゃないかなって本当に思いますね。はい。その次は、ここですね。自分で課題を見つける粘り強さ。いやーもうこれもそうですね。なかなかね、この自分で考える力とか課題を見つけて、やれるっていうのがね、今の子ね、与えられてることが多すぎてるのかもしれないんですけど、本当にね、少ない。はい。なかなかこれが難しいですね。あ、七種のゴンベさんどうもお疲れ様です。はい、そうですね。これちょっと待ってください。音が鳴ってないですね。一回これチャートの方、一回出しますね。なんか音声が鳴らなくなっちゃいました。そうですね。はい。はい。すいません。それで、次がですね、この、自分で課題を見つける粘り強さっていうのが、ここがですね、割と大事。で、僕も、いつも家庭教師とかもするときも全部そうなんですけど、まず、生徒たちに何をしたいですかって必ず聞きます。何をしたいかって聞きます。で、どうも、しのめさんお疲れ様です。今日、あれなんで音声が鳴らないですね。すいません。ちょっと、音が今日鳴らないです。鳴ってんのかな？ちょっとごめんなさいね。テストしていいですか？テスト。オンライン家庭教師との兼業トレーダー戦略24。テスト。出た！音が出た。なんでだろう今チャット出ましたね。はい。すいません。はい。ちょっと今日最初には硬いお話ばっかですいません。で、この、考える力っていうのを、やっぱり、つけさせたいなと思います。与えられすぎてると思うんですね。だから、もう、学校の教育とかもそうなんですけど、聞こえた。聞こえますか？ありがとうございます。実験させてもらって。これって、もうちょっと話またいつも飛んじゃっていけないですけど、30秒ぐらい多分タイムラグありますよね。音声出してからっていうか。うん。すいません。ちょっと多少遅延があるので、なかなかうまくいかないですけど。今聞こえました。バッチリです。はい。なので、こちらの、ことっていうのはこれから僕も、自分の仕事をする上ですごく考えさせるっていうか、意地悪じゃないんですけど、自分から何をやりたいかを、必ず。ただ、やっぱり、まだそこまでたどり着かない子もいるので、仕方ないところもあるんですけど、そういうふうに仕向けていきたいなと思っていますね。はい。それから、物事を多面的に捉える柔らかい思考を持っている。これはですね、子供の方が本当に強いですよね、これは。本当思います。大人になっていけばなっていくほど、やっぱり固定概念が強くなっちゃうので、どうしても経験とか積んでしまうと、なんていうのかな。こういう多面的に物事を考えられなかったりとかしがち。私もでもそう言いながら、もしかしたらそうかもしれないし、うん。そういう、大切だなと思うことっていうのを、忘れたりすることもあります。だから子供たちの問題の解き方や発想をもし気づかされることですごく勉強になったりすることもありますね。はい。それから、この生きるために必要な力がしっかり身についている。まあ難しいですけどね、この地頭力ってやつですけどね。はい。そうですね。こういったものも大学生とかでもすごく思いますね。
一人暮らしをして、いろいろ失敗して、いろんな経験をするとかっていうのもありますよね。うん。はい。まあ子供だとまだそういう生きるためにって、まあね、どの辺のことを言ってるのかなと思うんですけど、まあ、たまにね、ちょっと厳しいようで言うんですけど、送り迎えとかもね、お母さんを送ってくれるとかね、お母さんが連絡してくれるとか、なんか、そういうことを言う生徒とかいるとき、たまに僕ちょっと自分でやれよとかって言ったりしますね。厳しいっていうか、なんかこの子これは当たり前だと思ってるんだとか、いうことがあったりするときには、自分でちゃんと言ってくださいとか、自分でちゃんと連絡してくださいとか、そういう話もしますね。まあこれが生きるために必要な力かどうかわからないですけどね。なんかもう親がやってもらうことが当たり前になりすぎていることもありますね。はい。はい。ということで、まあ今日なんでこの話をしたかっていうと、これから一つこちらですね。はい。ちょっと今日本買いまして、この習慣化メソッド、見るだけノートっていうのを、今後この YouTube の中で何らかしら、入れてきたいなと思ってます。この本がですね、まあ、よくあるけど、ダイエットや筋トレや勉強や掃除や貯金、まあ、大人でも子供でも、なんかどういう習慣をつけていけば、まあ、なんていうかな、自分に理想の自分に近づいていけるか。まあ、教育的要素っていうことで、僕ももうこういう年ですけども、こういうの取り入れたらいいなとか、まあ、よく本要約チャンネルさんでもね、こういう内容をやってるとは思うんですけど、僕もこういったものを入れてきながら、またトレードだけじゃなくて、こういうまあ、自分の自己啓発的なものっていうのかなを入れていきたいなって思っております。大事だなって。やっぱり、年取ってくると余計慢性化するっていうか、いい習慣つけたりとかってなくなっちゃうかもしれないので、やっぱりブラッシュアップをしていく。自分もそうだし、生徒たちもそうだし、生徒たちはどんどん成長していきますけど、やっぱり私たちの場合、なかなか成長ってなかなか難しいっていうか、自分で測ることがないとか、現状維持になったりとかすることも多いと思うので、まあ、こういったものをまたアウトプットしていこうかなと思っております。だからまあこれは、頭のいい人を育てるだけじゃなくて、自分たちもそういういい習慣をつけていこうかなっていう意味で今日ちょっと紹介させていただきました。はい。またこれ詳しく土曜日にね、やっていきたいなと思いますので、ね、今ちょっと見えますか？こんな感じで。はい。中身をまた出して、お話していこうかなと思います。やっぱり、本要約チャンネルだけじゃなくて、僕もオーディブルを読むようになってきて、いろんなものをね、読むようになって、本屋さんに行くのも増えてきたし、すごい楽しいですね。まあ、隙間時間で、一日そうですね。まあ、運転している時間も含めると、本を読んでる時間、3時間ぐらいあるかな。オーディブルがだいたい2時間ぐらいですね。で、本を読む時間は1時間。シメジーさん、よろしくお願いします。最近皆さん、ちょっと最初の僕の雑談つまんないと。はい。全然いいですけど。ということでね、こういったものもね、お話ししていこうかなって思います。はい。もう一個あるんですけどね。また、後半に話しますね。それではですね、早速なんですけど、今日、特集は、なんだっけ、ジム・クレーマーさんの、お話をしていきながら、米国株の方もやっていくんですけども、特集は後の方に回して、後半、チャートを見ながら、ちょっと米国株の方もね、チャートを読み解くっていうことで、今日はたくさん、チャートをね、見てで分析をしていきたいと思うんですが、トレードの話を今日最初にね、していきたいなと思います。いつも通りに、これですね。はい。東雲さんが読破したという、株価チャート大全でございます。まだ、こちらの方ではクイズは出さないです。クイズっていうかこれ、
クイズ、ないですよね。これ、どこだろう。この本って、クイズ、第3章終わってからあるわ。これあった。これか。ありましたね。あと2週ぐらいしたら、この株価チャート大全からもクイズが練習問題でね、出てくると思います。じゃあその時にもし、しのめさんいらっしゃったら、ヒント出しても構いませんのでね、言ってくださいね。はい。じゃあ今日ですね、まず株価大全の方は、これです。ロウソク足の、間隔が大きく開く窓開けという話。用語は聞いたことあると思うんで、この窓開けとか、今日、窓埋めとか、このことについてちょっとお話をしていきたいなと思います。はい。じゃあ、皆さんこちらの方を見てもらおうかな。こちらのチャートの方は、ソフトバンクの週足チャートです。これをちょっと見ながら、説明をしていきます。はい。時間外に注文することが重なることで窓開けすると言います。2本のロウソクのうち、ロウソク足のうち、前日の終値と翌日の始め値に大きく間隔があるパターンのことを窓開けと言います。このチャートで言うとどこだ？ここですね。この丸のとこですね。この2本の中にポンとここ穴が開いてるような感じ。これを窓開けと言います。よく聞きますよね。この窓開け。株をやってる方とかだとよくあります。FX だと24時間動いてるので、こういう窓開けそういったものは締めとかないんですけど、これ書いてあるね。次。株式市場は平日9時から15時が取引時間ですけども、それ以外の時間でも一部証券会社は夜間取引というシステムがあります。PTS って言ってましたっけ？こちら夜間取引って書いてありますね。その間に売りや買いの注文を多く入れることで、始め値と前日の終値に大きくギャップダウンですね。することがありますと。形成された場合は、その方向に勢いが強い。これが、ギャップダウンがすごいありますので、すごいこちらの場合は売りサインという風になってますね。逆にこの買いサインの場合、この窓が開いてるところで、ギャップアップになってますけど、こちらが買いサインということになります。はい。で、ここで注意があって、窓開け後、これですね、窓開け後は飛びつかずに次の動きを観察してくださいということです。ここでギャップダウンがあったりギャップアップする時間、これ週足なんですけど、変な話、週足でもこんだけ窓が開いてる時はトレードをせずに次のを見てくださいと。このギャップダウンの時にこの次を見てくださいということですね。こっちもギャップアップの次も見てくださいということです。はい。なぜか、市場取引時間外に注文が集まるということは、市場が閉まった後、何らかしらの、変動要因からいち早く利益を得たいという投資家が先回りして動いた可能性も考えられます。で、変動要因、インパクトが想定よりも小さかった場合など、窓開けをした後にすぐ反転するケースも多いため、その後の動きを見極めることが重要です。ということがあります。ここに書いてありますね。株価が下がり、そうだから今のうちに売っておこう。株価が上がりそうだから今のうち買っておこう。本当にそのギャップ、この窓のところはね、見るのはいいんですけど、売り買いはやめましょうという話でした。これって、あと、米国株とか、決算とかありますよね。決算も、取引後、アメリカで言うと取引後によく決算しますよね。例えば、日本時間で言うと、朝の6時とか7時に、決算を出しておいて、取引が終わった後に、で、時間外取引で大きく下げたとか上げたとかっていう時もありますよね。はい。
まあ日本でもきっとそうだと思います。決算の前後に大きく窓を開けたような形になる時もありますよね。はい。ここは、本当に一回様子は、値動きを見るけど様子を見てほしいということでしたね。はい。じゃあ次行きますよ。今度はもう一個反対の方ですね。窓開け後に反対方向に動く窓埋めと言います。窓埋めですね。窓開けじゃなくて窓埋めですね。じゃあこちらの方もチャートの方を見てください。あ、やべえ。俺もしかしたら写真違うもの、同じの入れちゃった。ちょっと待ってくださいね。あ、これはいかん。今できるかな？これかな？プチトラブルが発生しました。あ、出ました。はい。ということで、このパターン8というところで、この窓埋め、窓開けっていうところ、このチャートの方、チャートはね、KDDI の、コードナンバーが9433の冷やしになります。この、窓埋め、窓開けっていうところちょっと見ながら説明をしていきます。窓開けでできた間隔を埋める動きが窓埋めと言います。この窓開けでできた価格変動、見えますかね？はい。窓埋めのとこ、これ見てくださいね。はい。例えば、右の図では、これですね、図では、新型コロナの影響で相場が荒れて、何度かギャップダウンやギャップアップを発生しても短期間で全て埋めています。ということで、ちょっと紹介すると、ここで窓を開けて、見えますね。窓開けがここであったのか。窓開けがあって、で、これを埋めている。あ、そういうことですね。で、窓開けて、これが埋めている。ちょっと難しいですけどね、これ。はい。窓埋めは必ず発生するわけではないので注意するとあります。窓開けは短期の利益を狙う投資家の殺到で発生するケースが多いです。さっきのそうですね。そうした投資家の想定通りに価格が変動すれば利益確定も早いため、ギャップアップの場合ならすぐに売り圧力も強まって窓埋めが発生すると考えられますということですね。それから、相場環境や相場の傾向によってタイミングも様々です。窓を埋めないケースもあるので、あくまで窓埋めが発生する可能性が高いということを認識に留めた方がいいでしょうということになってます。ギャップダウンした時にすぐ反転することをね、窓埋めと言いますね。ここです。難しいですね。この窓開けのとこを見て様子見たところでもすぐに反転してくることですね。ここも窓を開けて、置いて、真ん中のとこも開けて、埋めているということですね。でも窓埋めも見ると、なんていうのかな。例えば窓開け1日でドーンと落としても1週間で戻してきたみたいな感じですね。これも冷やしで見ると1日でポーンと上がったけど1週間で窓埋めみたいな感じで戻してきたっていうことですね。で、ここですね。右側の窓開け。ここでポーンと上がって、もう一段上がって、埋めてきた。でも、この窓開けの前の、これ。お花、遅くなりました。どうも。こんばんは。よろしくお願いします。とんでもないです。皆さん、最近11時に来ることはまずありませんので、多分僕がトラブルがなくなったからだと思います。これ。音声トラブルとか安定してきたので、はい。あと最初の方くだらないことを、喋ってるから。はい、すいません。
それで、ここなんですけど、これ売りサインっていうのが書いてあるんですよ。この売りのサインっていうのは、最初の、見えます？窓開けの前よりも、この水準よりも落としたらもう売りサインっていうことを言ってます。だからこの窓開けてパーンと上がって、下がってこのレジサポラインというかね、最初のラインを割らなければ売りサインじゃないんですよね。はい。ということがちょっと書いてありますね。で、ここも買いサインが1個書いてありますけども、これどこだ？あ、ここか。窓を開けて下がったけど、ここで揉み合ってるけど、1個ここに見えるかな？これ、マウスが小さいと、そっちだとマウスが小さいんですね。僕の方だとマウスが大きく設定してるので、見やすいですけど、皆さんの方だとマウス見にくいですね。はい。ちょっとこの一番下の青いところですね。を見てます、今。はい。ここで、大陽線が1個出てるんですよ。この間習ったかもしれないんです。この陽線が大きいのが1個出てるので、これ、買いサインですよね、ここが。ということだと思います。今までの話の中で、やっぱり、大きい大陽線が出た時っていうものは、なんていうの、あと、なんていうの、包み足っていうのを見てもらうと、これは買いのサインですね。ということですね。はい。こちらの売りサインは、サポートラインを割ってしまったからっていう意味で売りサインを出していると思います。書いてないですね、これ、何も。はい。ということで、今回、窓埋め窓開けということでお話しましたけど、まあ、こちらに関しては、窓埋め窓開けによってトレードをするんじゃなくて、そのローソク足を見たりとか、サポートラインを見たりとかして、売り買いのサインとして考えましょうということをお伝えいたしました。はい。それでは、皆さんお楽しみかわかんないですけども、株トレの方にね、行きたいなと思います。これですね。はい。そろそろ、株トレがですね、29番ということで、これ60問あるんですけど、そろそろ真ん中に差し掛かってきました。はい。もう結構ね、いろいろ、力がついてきたんではないかなと思いますけど、また、どこかでね、60番まで行った時に、株トレ大会やってみたいと思います。株トレ大会はい。株取り50問とかね、なんか選抜してなんかできたらいいなと思いますけどね。はい。じゃあ、いきますよ。29番ですね。ちょっとこれ上に上げていきますね。ここでは売りか買いか様子見かっていうことですね。このチャートの方を見てくださいね。R 社の週足です。19,500 円で100株買った途端、急落しました。はい。こう、ドーンとこう、陰線が出てますね。で、ここで、これですね。チャートの方見ますね。売買高も見てくださいね。それから、13日移動平均線が、短期移動平均線が上。長期20平均、長期のね、26週移動平均線が下ですね。今こういう状態になってます。週足ですね。大きい大暴落が来ました。ここでは、売りか買いか様子見かどうするかという問題になってます。はい。じゃあちょっと考えながらでいいので、下の僕ちょっと暴落こそ冷静にっていうところで読んできますね。皆さんちょっとこの3択考えてみてください。はい。暴落の時こそ冷静にということです。私は25年間日本株のファンドマネージャーをやってきました。長い年月売買していると、ものすごいラッキーなことも、ものすごい不運なことも当然起こります。上記はものすごい不運なケースです。買った途端に暴落するわけではないですから。こういう時に感情的になると、ろくなことがありません。淡々と落ち着いて売買することが必要ですとあります。さあ、どうでしょうか。これは難しいですね。怖いですね。よくあるですよね。ここ考えるパターンですよね。ここの大陰線が出たときに。みんな当然こんな大陰線出ますから、売買高も高い。どうしますかなんかヒントいります？
まあでも別に適当でもいいですよ。理由なくても。なんとなくこう、かなーっていうのでも全然構わないです。いかがでしょうか。シメディ、様子見に1票。はいはい。どうでしょうかね。あ、東雲さんはもう車は治ったんですか？東雲、一回見る。七四ゴンベイ、様子見。はいはいはい。あれ。お花、様子見します。はいはい。ということで、ほぼ揃いましたね、皆さん。はい。様子見でいきますね。全員様子見ですね。そうですね。なんかそんな気はしますよね。こんだけ冷静にならなきゃいけないということなので。はい。じゃあ、いきますよ。はい。僕もちょっと今回答え知らないですけど、どうでしょうか。うわ！なんと、売りでした、今回。ちょっと、びっくりですね。こうやっていう流れだとなんか様子見っぽいですよね。週足だし。はい。ちょっとじゃあ、読んでいきますね。上級者ほど損切りをためらわないということですね。買ったばかりの株が暴落したときは迷わずすぐ売るべきです。買った翌日にストップ安になる直前、スレスレで売ることができれば上級者です。不運は引きずらずに済めば、いつか買ったばかりの、銘柄がストップ高する、幸運も巡ってくるでしょう。株価を急落している間、1週間も放置しておくべきではありませんでした。そうか。ちょっと待ってくださいね。これ週足ですもんね。1週間ここまで来ちゃったんですもんね。難しいですね。移動平均線より下にもう割ってしまった時は、長期の移動平均線も割ってしまった時は悔しいですよね。確かに。損切りするの難しいかもしれないですけど、目安自分で作らないといけないですね、ここ。週足ですもんね、これ。はい。13週移動平均線を下抜けてる、書いてるですが、13週移動平均線を下抜けるあたりで売るべきでした。1週間持ち続けてしまった今からでも売るべきですと。今でも売るべきですと。はい。ちょっと売りシグナルについてね、言います。売りシグナル、大陰線、売買高の増加、移動平均線。売るべき理由がたくさんあります。とても長い大陰線を出してしまったのが致命的です。はい。売買高が大きく増加しています。何らかの悪材料が出てきて、これまで R 社を買ってきた、投資家が必死に売ってきていると考えられます。はい。株価は13週、26週ともにあっさりと下抜けてしまいました。かなりひどい悪材料が出た可能性があります。急落を始めて1週間しか経っていないので、悪材料はまだ新しく、さらに売ってくる投資家がいそうです。R 社は6ヶ月後には、まあこれ結果論ですけどね、14,000まで下がっています。これちょっと待ってください。14,000まで。14,000、これ15,000、16,000ぐらいか。はい。すごい含み損ですよね。はい。たくさん売買していれば、こういう不運があって、当然と割り切って黙って損切りすべきです。最悪の投資家は R 社を難品買いすると、いうことで傷をどんどん深めることになります。さすがに FX じゃないので、自動売買じゃないですから、難品買いはありえないと思うんですけど、でも様子見したい気持ちはありますよね。ここまでひどいとちょっと売れる勇気もありますもんね。だけどやっぱり自分の中のどっかで移動平均線や何らかの売るための損切りルールはいるかもしれませんよね。はい。という、今日はちょっとね、ものすごい不運っていうお話の損切りの話でした。はい。よろしいですかね。初めてじゃないですか。皆さん、違うっていうか、ね、違ったのは。気持ちはきっと
ね、売ったら嫌だなっていう気持ちは出てると思います。僕もありますので。はい。はい。それではですね、今日後半、ジムクレーマーさんのもやるんですけど、11時半になりましたので、アメリカの相場をね、今日見ていきたいなと思います。東雲、難品好き。これ。白部さんもしかしたら原油とか難品したりしてます？怖いですね。天然ガスとかなんか、やってたらちょっと怖いですよ。ほんと。うん。もう、株式の場合だってやっぱり、長期でこう持っていきたいから、難品すると結構きついですけど、FX とかはね、やっぱあるんですよ。値動きが短いもの、激しくならないとき、難品してる人もいますよね。うん。トレーダーでもやっぱり難品する人はいますからね。はい。はい。じゃあ、相場の方を見ていきましょう。はい。まず、ドル円ですね。FX の方から見ていきます。ドル円の方が 136.6 ということで、そんなに最近このあたり動いてませんね。134から6のあたりをずっといると思います。ユーロの方も143円になってますね。今日動きはそんなに大きくありません。特に何の材料が出てるっていうわけじゃないので、こういう時ね、自動売買がね、活躍するんですよ。でも、自動売買とか、そうですけど、こういう緩い時は結構こう難品とかやって稼げるんですけど、まあちょっとなんかあったらね。東雲、原油教員してみました。あ、こわー。本当、あとちょっと見ていいです？原油どういうなってんだろうね。はい。まあボラが高い時、1日でね、2% ぐらい出ちゃう時はもう自動売買吹っ飛びますのでね。ご注意ください。やってる人いねえか、さすがに。はい。FX そんな感じですね。それじゃあ、日経見ましょう。今日の日経は、最近動き鈍いですね。ちょっと下がってはきてますけど、27,500 という位置で推移しています。ワールドカップ終わってから、ちょっと普通鈍いなーっていう感じですね。全然関係ないですけど、ほら、NISA の無限高級化か。あれって何？キシニーとか言うんです？なんかね、ある YouTuber さんがNISA の高級化のことを岸田さんがやるからか知んないですけど、キシニーって言ってましたよ。知ってますか？面白いなと思って。あれはあれで本当楽しみですよね。はい。高級化の、NISA の高級化。積み立て NISA よりこう合体してね、NISA の高級化は本当にいいかなと思います。そこから、やっぱり銘柄選びとか大事になってくるのでね。はい。いいな。まあ、私たちにとっては有利っていうか、またずっとね、米国一辺倒ではなくね、いろんなものにね、こう見て、長期投積み立てできるようなね、活動ができればなと思いますね。で、僕もこれ、やっぱり、どんどんこう、世界株とかもね、おすすめできるものは、できたいなと思いますので、しっかりチャートを見ていきたいなと思います。はい。ということで、日本はあんまり変わってないですね。じゃあ、スタートしてアメリカを見てみましょう。ここ最近、ちょっと落ちてますよね。すごい落とし穴掘ってそう W。原油あと見ますね。ナスダック、SP500 スタートしましたけど、動きはそんなにないです、今のところ。ただ、先物が昨日の下落から SP500 もナスダックも上ってきています。というか、上ってきてるって言っても先物がもう3000。キシニーって言うんですよ、確か。岸田ニーサだからか、キシニーじゃないですか。はい。ダウは少し上がってきてますね。で、SP500 の4000がまだ切れてるので、まだまだ、やっぱり SP500 はまだ4000切ってるので、まだまだですね。はい。ちょっとプラテンしてきましたね。はい。プラテンしてきてます。
米国の2年債が 4.36 ということです。まあ、ここはそんなに、大丈夫かなと思います。4.3 ならね。それから、10年債が 3.48 ということで、まあ、この金利のあたりは最近は少し落ち着いていますね。はい。じゃあ、世界株を見ていきましょう。世界株、そう。今日気になったのが香港が戻ってきましたね。反戦指数が 3.38 ということで、本当にね、香港はね、最近すごいボラがいろいろです。はい。中国はお休みなぐらい静かでしたね。はい、上海総合指数は 0.07 マイナス。で、インドも最近おとなしいです。最高値付近からじりじり、なんか下がってるほどでもないんですけどね、おとなしいです。ベトナムは昨日 4% ぐらい下がって何と思ったんですけど、またちょっと持ち直してきました。ただもうベトナムはまだ上昇トレンド続いてると思います。はい。あと、ヨーロッパ。そんなに動き今日ないです。夕方から動いてますけどね。そんなに動いてません。動き目立ったところそんなないですね、今日は。はい。そんなとこ、香港ぐらいですね。そんなとこです。さて、原油も含めてコモディティ見てみましょう。あ、本当だ。何ですか、これ。原油、先にちょっと、野目さん見てね、原油があれですね、アメリカ時間ぐらいからです。一気にボーンと跳ねて、75まで行って落としましたね。ガソリン、灯油も同じ動きをしていますが、いや、原油、待ってください。シルバーも同じ動きしてますね。金属が同じような動きをしている。はい。パラジウムとかシルバーと原油が同じように、この1時間ぐらいまでちょんと跳ねましたね。で、ちょっと落ち着いてきましたね。ボラがちょっと高いです。天然ガスも相変わらず高いですね。これ、本当冷やしで見てた時に天然ガス5.3 近辺で買ってれば、面白かったかもしれないです。ちょっと見てたんですけど、ちょっと今手出さなかったですけど、5.3 あたりが、ボトムみたいな形状してたので、これから天然ガスもね、需要出てくるかなと思うのでね、10まではいかないにしろ、とにかくロシアとかの一声で、本当にこの天然ガスもバーンと上がっちゃいますのでね。はい。今 5.8 ですね。ゴールドは変わってません。ちょっとシルバーの動きがちょっと気になりますね。あと、ソフトコモディティが、これ上がってますけど、下落トレンドからの戻りなので、まだそんなに、冷やしで見たらレンジだと思います。はい。今日はちょっと、見れないですけど、レンジ相場だと思います。まだまだ。基本的に下がり傾向になってこればなっていう感じですね。この3つは。はい。はい。そんなとこですね。じゃあ、SP500 のマップだけ見ましょうか。今なんか、待ってくださいね。なんか出るんですよね。これでいいのかな。まだ1時間だからこれ真っ暗か。すいません。これまだ1時間経ってるから出ないですね。これなしですね。はい。じゃあ、さらっと今日の相場の方振り返ってきましたが、ではですね、特集の方にも入りますよ。はい。はい。今日の特集なんですけども、今週の、マットマネー。よく僕もこの、ジム・クレーマーさんの、サイト、マカベーさんって言うんですけど、拝見させてもらっていて、ジム・クレーマー割と好きなので、見てるんですけど、今週、米国がどんな動きをしているのかっていうことをちょっとこう話してるんですけど、このマットマネーやっぱり30分ぐらいあるので、ちょっと抜粋して、
10分ぐらい、ここの回がですね、株価下落の背景に何がっていうことで、賃金のインフレ、強かった ISM、非製造総合景況指数っていうことでね、よく使われる指標なんですけども、全体的な、マクロ的な今の、株価下落の原因を、ジム・クレーマーさんが4つの観点で話をしています。なるほどなと思うことと、そうなのかなと思うことがあったので、ちょっとこの10分ぐらいですかね、聞いていただきたいなと思います。強かったし、この日の ISM の数字も強かった。じゃあ結局ね、何が悪いのか、フェットがうまくいってないなと感じているところはどこなのか、それをね、今日という日にきちんと抑えておこうじゃないかと言ってるんですよね。そしたらイメージできてくるから、ああ、そういうことなのか。じゃあ株もっとこうなのか。皆さん、ああ、そういうことなのか。最近は、じゃあ株ウーローなのか。それは個人で判断したらいいんだけども、抑えておこうと他にいろいろ見言ってるんですよね。てます。要点、4つ上げておくよと言ってるんですよ。雑談みたいになってますけど。なんで雇用が強いのか。なんで時給が落ちないのか。最近はどうですか？僕最近ちょっとなかなか米国株のフェットにとってうまくいってない要点、4つのうちの1つ目。まだ十分な数の人が労働市場に戻ってきてないんだと言ってるんですよね。コービットの時、多くの人が解雇されたり、働くのやめたりしたんだと言ってるんですよ。みんなね、デスクワークになって、デスクワークじゃないところは閉店とかになって、そこで一回人々が仕事大きく離れた。で、その人たちがね、やっぱフルに戻ってきてないんだと言ってるんですよね。だからある分野においては労働力不足が起きてしまっているんだと。で、例えば多くの人は、ストリーミングがアーリーリタイアに入ってしまったりしたんだと言ってるんですよ。で、アメリカでも年金をね、早くから受け取ると、もらえる額少なくなったりするんですけども、ジム・クレーマーね、もうもらえる額多少少なくてもいいわと、そういうことで、これまでより早くリタイアしてしまっている人が多いんだと言ってるんですよね。で、そのね、アーリーリタイアのね、比較的ご年配の人だけじゃなくて、多くの年代で、コービットを機にね、働くのをやめてしまった人も多くて、アメリカはまだ働いてない人とかも結構いるみたいですね。そうか、世界こんなぐちゃぐちゃになるんだったら、なんでこんな毎日毎日働いてんだろうみたいな。で、ジム・クレーマー、自分はこれはリアルな問題だと思うんだと言ってるんですよ。で、特定の職種では、その傾向が顕著なんだと言ってるんですよね。例えばトラックドライバーだと言ってるんですよ。特定の職業では若者があんまりに魅力的だとは思わなくて、その職業のことを。で、新規労働者の流入がいまいちな職業が多いんだと言ってるんですよね。あ、篠梅さん見てそうですよね。最中の時よりはもちろん労働者もよく見てます。篠梅さん本も読んでるし、投資のやつもいる。YouTube も見てて。まだまだ十分じゃないことが多いんだと。で、このことがやっぱりね、テレビ見ない代わりにこっちの方を見たりするんですかね。労働者不足してたら賃金上げざるを得ないから、だから時給下がらないんだと言ってるんですよね。ポストプライムと関連してるんですけども、第2点言ってるのが、求人と就職希望の職種の間に、それはひどいミスマッチがあるんだと言ってるんですよ。ポストプライム最近ちょっとこう、エンジニアを見てみようじゃないかと。どんなこと書いてあるかなと思って。エンジニアですよ。で、インフラ法案でね、見てますけどね。建設系っていうのはブームしてて、ワーナさんとかそれぞれの分野のエンジニア、大量に必要なんだと。建設機もそうだし、トラクター運転する人もそうだし、航空機のエンジンを作る人だってそう。クリーンエネルギー関連のエンジニアもいっぱいいる。とにかくそういうエンジニア、大量にいるんだけども、そういうとことかね、めちゃくちゃ不足してるんだと言ってるんですよね。で、多くの場合ね、こういうエンジニアが使い物になるには、きちんと長期間、素人を訓練して使い物になるようにしないといけない。だからそもそも時間かかるのに、そういえば、ここに僕もほら、アルゴリズムでいろいろこう出てくるけど、結局、あんまりこう、投資、YouTube も投資と自己啓発系と本の関係とか、上昇の一途なんだ中心になっちゃってるから、アルゴリズムであんまりこう、チャンネルで出てこなくなりました。一時期の天気とか見てましたけどね。天気？それはなぜかというと、アメリカ人が以前よりもリッチになってるからだと言ってるんですよね。アルゴリズムがあんまり働いてない。それほどないと。まだそういう状況だとも言えるんだと言ってるんですよ。例えばとジムクレーはね、この前、バンクオブアメリカの CEO のブライアン・モイニハン言ってただろうと。アメリカの家庭の家計状態はいいんだと。まだ全然ピンチでもなんでもないんだと。そうやって言ってただろうと言ってるんですよね。で、それはやっぱりそうだと言ってるんですよ。
コービットの時の、誰も外に出ることができなかった2年ぐらい、自分たちは全然支出をしなかった。だからみんなね、リッチにキャッシュを持ってたりした。だから今ね、まだまだみんなね、比較的リッチにキャッシュ持ってたりしてるんだと言ってるんですよね。お花さんそうですよね。こういう状態が。お花さん自体も確かポストプライムで出す時ってこうガーデニング系とかね。で、結局、でしたよね。賃金インフレとの戦いを難しくしてるんだと言ってるんですよね。で、3点目なんですけども、2点目のね、裏返しなんですけどね、建設系のエンジニアとか、そこら辺はね、めちゃくちゃ労働力不足なんですけども、ダンサーの YouTube も見てないからな。コーディングとかする人多すぎるんだと言ってるんですよ。プログラマーが多すぎる。すなわち、エンタープライズソフトウェア会社で、あまりに多くの人が働きすぎなんだって言ってるんですよね。でね、メタプラットフォームズとかは、多くの人を解雇すると発表したわけなんだけど、まだまだ多くのソフトウェア会社、雇用を守ってて、今までのね、右肩上がりの時代、反感買いそうな言い方しちゃうからな。まだそれをね、身につまされてない会社が多いんだと言ってるんですよね。あとそうそう。みんなね、もう英語チャンネルはね、やってないん働きたくて、で、それらの分野のエンジニアは2ヶ月ぐらいでせっかくあれ英語の勉強すごいいいなと思ってたんですけどね。生徒にもなんか見せたいなと思ったんですけど、なかなかこう続かなかった。賃金を上げてみたいな。そうね、賃金が上がるようなサイクルがここでも回ってしまっているんだと言ってるんですよ。YouTube ライブでこうやって適当に収まらないようなサイクルが回ってしまってるんだよなって言ってるんですよね。で、例えばハイ編集プロファイルのとかすごいやっぱり一つ挙げると、ダンさんは一発撮りとか言ってたか。みたいなやつだと。で、これも、すいません、なんか、ジムクレーマーさんのだからね、株価連動してる報酬の方は、ダメダメになってしまうから、僕聞いてていいんですけど、無視してますね。上がったりしてるんだとジムクレーマー言ってるんですよ。で、ちなみにね、セールスフォース、この日ね、大きく落ちてマイナス 7.35%。ここら辺はあれですよね。確か落ちてるわけですけども、企業がお金を払ってて、まだ企業に、スラックの CEO のキャッシュが残ってるっていうことを話してましたね。の目、ポストプライムのセンチメント指数はやばいですよ。有料登録しました。そういうニュース流れて。シメディ、ダンさんの動画は全然見ません。センチメント指数はやばい。有料登録しました。おう。何ですかそのセンチメント指数っていうのは、今のね、ソフトウェア会社の CEO っていうのは、未熟な人が多いんだと言ってるんですよ。今のようなね、右肩上がりじゃないとき、もうね、売上成長だけ追い求めてもダメなときに、誰がやってるわけじゃなくて、ダンさんの、その、中の分析みたいなやつですかね。もうね、1年以上前だよと、フェットがね、インフレ戦争を宣言して、テクノロジー会社の株。分かれましたね。お花さんと清水さんも有料なので全然見てません。利益を出さないといけないということが明らかになってるんだけども、まだまだ方向転換してない経営者も多いんだと言ってるんですよね。株価が 70% とか下がってても、まあ他の会社も下がってるしな、みたいな感じで、動きの呪い経営者が多くて、こういう状況だとまだまだそういう会社の株価、そうなんですね。簡単に 10% とか 20% は下がりうるだろうと言ってるんですよ。で、自分くらいはね、自分もドットコムバブルの時に、ザストリートドットコム、この会社を上場させたから状況はよくわかるよって言ってるんですよ。この上場でね、めちゃくちゃお金集めて、で、自分はそれにもうずっと蓄積したる覚えがあって、ダンさん僕はいいと思うのは、テクニカルの基本になることっていうのは、しっかり伝えたりはしてるなと思います。ただ、なるべくお金集めたかっそのたりするわけ結論を言ったりするので、結局案の定可能性として、ジムクレーマーね、その時はでいい気はしますけどね。で、やっぱこう自分で当たったら嬉しいから、当たったら当たったって言うだろうし、こういう時をね、経験してない CEO が多いから、今日の時にいつどうやって首を切るのか分かんない人が多い。やっぱり嬉しいんでしょうね。下がらない原因でもあるんだと言ってるんですよ。でも可能性だからね、その点は。ペットがうまくいってないと思ってる点。それはちょっとこう、表現ちょっと変えれば全然ダンさんのすごいと思うんですけどね。高級をもらってる人が多いんだと言ってるんですよね。4番目の話上場とかね、あとは最近の IPO とかで、多くの会社がどんどんお金集めて、人々を高級で雇用する。そういう会社ね、今、軒並み苦境に陥ってるんだけども。ということは、従業員だって、もうね、そんなに高級に値しないんだけども、だから高い給料もらってる例、全然給料下がってない例っていうのは多いんだと。むしろそれがデフォルトなんだと言ってるんですよね。で、こういうね、お金を集めるに値しないところがお金を集めて、そっからお金が結局のところ抜けましたねと。お金抜けていくには、時間かかるんだと言ってるんですよね。多くの会社がまだまだね、キャッシュリッチなんだと。で、そのことが、じゃあいっか、無理に利益を出して株価支えなくても、まだまだやっていけるわっていう風になってしまっている。それに値しないのに、それが問題なんだと言ってるんですよね。だってフェットっていうのはそういう人たちをね、強制的にビジネスから締め出すことはできないんだから。ただ利上げができるだけだから。で、そういうのが効いてくるには、
タイムラグがあって、まだまだ時間かかるんだよなと言ってるんですよ。はい。ということで、4つのね、今、お話をね、聞いていただいて、ほぼ雑談になってしまったんですけども、とにかく、ここで、ジム・クレーマーさんが話しているのは、企業はお金があって、その賃金インフレって言って、賃金が今下がってきてないと。賃金は上がったまんまだということで、やっぱりまだ株、なんとか実績が伴ってない企業がいるのに、その、お金を払い続けている企業が多いということらしいですね。これがすごく、今問題なんじゃないかっていう話をしていて、まだまだインフレは高止まり続けてるよっていうことを言いたいということですね。だからといって、株価がこのまま下がり続けるかっていうとそうでもないらしいですね。ただ、まだ兆しが見えてきてるかっていうとまだまだ難しいんじゃないかっていう話をしてますね。だいぶアメリカもまだこの12月になってきて、年末どうなるかなって、上がってくるんじゃないかって前は言われてたんですけど、なかなか難しいということじゃないかなと僕は思っています。はい。でも、その中でもやっぱ長期積み立てとか、企業によっては、やっぱり、上がってきてくるだろうなっていうのも出てきてると思うんですよ。底打ちした感が。それは、やっぱり個々の、チャートを見て判断していくのもいいんではないかなってことで、今日最後、テクニカルの方をね、いろいろ見ていきたいなと思います。久々、アップルから今日は、コカ・コーラまでね、お花さん、見ていきたいなと思います。はい。それではですね、普段24時間ライブの方でやっている、プール。チャートの方ね、こちらちょっと見にくいですけど、こっちを使って、アップルからちょっと簡単にね、見ていきたいなと思います。で、今日僕サポートラインを。お花、ゲームですか？ゲーム。なんです、ゲームですかって。こちらの方なんですけど、サポートラインを入れました。で、チャートの方はアップルの日足から見ていくんですけども、アップルのこの日足のサポートラインは僕的にはここが152、3、このあたりですね、をサポートラインにしています。なので、今はまだ、あとここ、売買高っていうかもう見てください。これちょっと売買高他の、テクニカルと違うんですけども。すいません。分かれました。いえいえ、とんでもないです。こちらの方ですけども、まだ、実は、アップルは、この、152より上回ってこれば上昇トレンドかもしれないんですけど、まだ、下落を続けてるとこと考えていいと思います。世界一時価総額大きいところで残念ですけどね。はい。今が142というところですね。こういう状態です。簡単に言ってきますよ。売買高とこの日足の方行ってきますね。次行きますよ。アマゾンです。アマゾンですけど、アマゾンの日足。アマゾンずーっと下落が続いてます。ずーっと続いてます。で、この日足のチャートなんですけども、一応、何月ぐらいからと、これ半年ぐらいの動きだと見てください。これ、見えますかね？これ半年ぐらいの日足なのでね、この1本が日足ですから、半年ぐらいの動き、このチャートと見てください。となるともうずーっと下がってきてますね、アマゾンは。なので、これが上昇トレンドになってくるかなっていうところのラインは、現在が89。それからアマゾンは105っていうところまで登ってこないと、上昇トレンドではないのかなと思います。本当は、ここかもしんないんですよ。121かもしんないです。ただ、ここまでじゃなくてもっていうことを一段下げて、この105というライン、このラインを超えてこれば上昇トレンドかな。まだまだ先だと思います。どんどん行きます。Google です。Google は、
ょっと揉み合ってますけど、冷やしでも。現在が94。で、僕が思ってるサポートラインは97です。だいぶ近い位置にいるんですけど、まあ今レンジ相場になってます。これを上抜けて、ここでサポートされていくんだったら、これは、まあ、買ってもいいかなっていう状態です。まだ今、このサポートラインの下にいますね。はい。売買高も、ちょっと増えてきました。はい、次行きます。メタです。メタはですね、ずーっと下がり続けていて、今、11月でちょっと登ってきたんですけど、今足踏みをしています。ですが、とにかく下落が強くて、サポートライン、今12時で鳴りましたね。ポーンが鳴りました。すいません、音がピンピンになってます。うわアラート音がえらいなってますね、今。はい。で、メタはサポートラインが、134です。で、現在116です。今日 2.5% 上がってますけど、すいません、まだまだここ、今、直近の戻り高値を超えようとしているんですけど、まあ、もしここの戻り高値118を超えれば、すごいです。そうですね。おやすみなさい。お疲れ様でした。夜勤とかもありますもんね。お疲れ様です。はい。ありがとうございました。次、アリババ行きます。アリババですけども、アリババがこんな上ですね。サポートラインが。サポートラインが97。それから、現在が、だいぶ戻ってきました。93ですね。はい。アリババがもう散々たるところからだいぶ戻ってきました。はい。この96というところを上抜いてサポートされるようだったら、本当の、今登ってきてますけど、上昇トレンドになってくると思います。売買高もまあまあ高くなってきてますね、今。はい。もう少しです。で、僕が思ったのがこの次。ツイッターです。ツイッターは、決算があったのに、この間あったんですけど、なんか悪い材料が出尽くしたのかわからないんですが、株価が今、すごいいい状態になってきました。どうしたんでしょうね。イーロン・マスクが何かやったのかな？ちょっとファンダメンタルが緩いですけど、チャートを見てる限りだと、ツイッターは僕はサポートラインは45なんですよ。もう今ちょっと一回、いつだこれ。10月4日あれ ?10 月4日にすごい、これ、あれですかね、就任した時かな、イーロン・マスクがツイッターに。すごい上げて、ここから上昇トレンドに入っちゃってるんですよね。知らない間に。で、しかも、戻り高値、この54も抜けてくったら結構すごいですね、これ。ということで、ちょっとこれもう置いてきぼりになってますけど、ツイッターは上昇トレンドに入りました。はい。それからもう一個。ネットフリックスも知らない間にだいぶ登ってきてました。ネットフリックスは2回決算がひどすぎちゃって、安値が162まで落ちたんですね。で、この一番底値からじりじり戻ってきて、なんと気づけばネットフリックスはもう300まで登ってるんですね。これはすごいですわ。あんまりも売られすぎたんですね。はい。一時期ネットフリックス最高値600までありましたので、まだまだ半値ですけど、でも、こんだけ上昇トレンドを出してるのはすごいと思います。はい。ネットフリックスは。これも、僕の中でのサポートラインは250ですね。はい。次行きます。マイクロソフトです。マイクロソフトは Google とちょっと似てます。揉み合っていて、今ちょうど揉み合っているところに支えられていて、243のサポートラインを今ちょうどサポートされてちょっと登ってきてる状態です。だから、マイクロソフトは
ちょっともう上がり続けるかわからないですけど、上昇トレンドになりつつある企業のチャート上ですよ。一つです。売買高も割とあります。12月になってもマイクロソフトはありますので、面白いチャートをしています。はい。次、半導体いきます。NVIDIA です。皆さんも、半導体欲しいなと思ってたかもしれないし、ちょっと前に、バフェット G さんが半導体銘柄買ってるっていうニュースが流れましたね。どこで買ったのかわかんないですけど、11月とにかくすごかったです。半導体銘柄は。みんな11月バーっと戻りました。で、NVIDIA も僕も、サポートラインが145です。こうですね。現在、163まで戻しました。だから、もし半導体興味のある方っていうのは、もしかすると、ちょっと前に、半導体の個別銘柄より、あれ、なんだっけ、一家コードが SOXX？ 半導体の ETF ありますよね。あれ買ってる人がいるかもしれません。はい。3倍のSOXL っていう3倍レバレッジのやつはまだまだ怖いですけど、はい、半導体 ETF 買ってる人もいるかもしれないですね。NVIDIA 上昇トレンドになっている、今なってると思います。それから、半導体続きます。AMD です。AMD もちょうど今、出遅れてますけども、10月のところから11月上げてきて、今ちょっと下がってきてますけど、ちょうど上昇トレンドの付け根、ちょうど、70.3 というところ、この位置にいます。なので、ちょうど今、買う人はもしかして AMD 買うかもしれませんね、様子見て。半導体どうでしょうか。AMD は今ちょうどサポートラインにいます。クアルコムです。これも半導体。これ半導体ずっと続きますのでね。クアルコムも今サポートラインにいる状態です。ちょうど。119っていうところですね。はい。ちょっと見ていただくと、この線がダブルボトム、やりましてね。ダブルボトムになってます。日足のダブルボトムのネックラインをここいます。なので、ここを支えられていれば結構強いサポートラインですので、今上抜けていけばここいい買い場かもしれません。ここに、フィボナッチのシグナルも出てますね。バイリファレンスっていうことで、リトランスか。ということで、バイシグナルも出しております。次。アップライドマテリアルズという会社になります。こちらはですね、11月の、割とこの半導体でも新参者というか、はい、ここら辺は、新しい半導体銘柄になりますけども。私もそろそろお疲れ様です。ありがとうございます。すいませんね、長く。眠いですよ。ありがとうございます。もうちょっとしたら終わりますのでね。はい。はい。半導体銘柄ですけども、アップライドマテリアルは、上昇トレンドの中にいます。次。テキサスインストルメント。こちらの方も、実はもう半導体銘柄いくつか、もう上昇トレンドに中にいるものもあります。これもそうですね。ちょっと早めに行きますね。ラムリサーチ。こちらも上昇トレンド。11月とにかく半導体強かったので、上昇トレンド中にいます。これ、サポートラインに近いので、もしかすると、買い場かなという位置になります。テラダインですね。テラダインも、上昇トレンドですね。まだ上昇トレンドにいます。スカイワークスソリューションですね。これも半導体銘柄ですね。こちらの方も上昇トレンド、サポート付近にいます。なので半導体は様子見るといいと思いますね。だいぶ底打ってる感は、業種によってありますし、決算も悪くないので、はい。いいのかなと思います。マイクロストラテジーですね。ここら辺からちょっと仮想通貨関係の銘柄が入ってきてます。
悪いですね。やっぱりまだちょっと厳しいですね。仮想通貨の関係は。サポートラインより随分下にまだ冷やしでいます。フィンテックの、ブロックですね。SQ、名前変えましたね。ブロックですね。スクエアから名前変わったんですけどね、社名が。こちらの方もまだまだ厳しい。やっぱり、新しいものでフィンテック、去年バブルってましたけども、だいぶ低迷しているところでうろうろしていて、まだ日足でも下落トレンドの中にいます。次。コインベースですね。これもビットコイン関係、ちょっとまだ厳しいです。はい。サポートラインの下にまだいます。ペイパルですね。フィンテックの会社です。こちらのペイパルもまだ厳しいですね。フィンテック、金融関係はだいぶ上ってきてましたけど、フィンテックはまだまだちょっと、足踏み状態が続いております。下落のとこにいます、まだ。デルタ航空ですね。航空会社が入ってきました。航空会社もレンジ揉み合っていますが、今ちょうどでも上昇トレンドのここにいるかなっていう状態です。バイシグナルは出ています。好きな人はここから12月、航空会社買う人もいるかもしれませんね。はい。スターバックスです。スターバックスダウ銘柄が実は良くてですね。スターバックス一回底ついたんですね。70っていうところダブルボトムをしてから、スターバックスはだいぶ戻ってきました。これ見方によったらカップイズハンドルという見方をするかもしれません。はい。スターバックス、好調です。悪材料結構あったんですけどね、このあたり。従業員の働きすぎだとかあったんですから、まあ、だいぶ登ってきました。はい。あとちょっとですね。マクドナルドです。ダウの銘柄ですね。マクドナルドも実は11月でかなり強い上昇トレンドを形成して、今ちょっと揉み合ってますけど、上昇トレンドの中にいると思います。ちょっとね、まだ実はこの今12月に入ってマクドナルドが売買高が少ないので、ここは気になりますね。売り買いがそんなにない状態です。でも強いです。これまあ本当に下がってきたら、上昇トレンドここでね、チャンスかななんて思います。マクドナルドは。ディズニーランドです。ディズニーは残念ながらですけど、ダウの銘柄ですが、まだサポートラインの下にいます。現在90っていうところですね。ちょっとね、厳しいですね。まだ。はい。ディズニープラスだけだとなかなか難しい。ディズニー本体がね、主張してくる兆しが出てくるとまた違ってくると思いますけどね。はい。難しいです。それからナイキ行きます。ナイキは実は、前の決算から上昇トレンドがじわじわ続いていて、11月も上ってきています。この10、11とナイキは上ってきていて上昇トレンド中です。はい。だいぶいいチャートをしています。次、エクソンモービルです。エクソンモービルは、もうこの状態はエネルギーの株は上がりすぎてます。正直。で、今ちょっと下がってきてますね。はい。なので僕の場合は上昇トレンドに11月いたけども、エクソンモービルはだいぶ下がってくると思いますので、好きな人はまあ90このあたりで買って、今106ですね。だいぶこう落ちてきてますね。はい。この96あたりで買うのも面白いかなと思います。ハリバートンです。同じエネルギー会社です。ハリバートンも、11月上昇してって揉み合っています。サポートラインがこの31というところ。ここから落としてきたら、ハリバートンもどうかなというところ。ただ、11月から全然売買高がないので、人気がないです、今。ここも。はい。あと4つです。フォード。フォードは自動車の会社ですけども、
と勢いがないですね。だいぶここ12月で落としてきてしまいました。なので、サポートラインからちょっと割ってしまったので、ちょっと、利益確定してる人が多いかもしれません、ここは。だいぶ登ってたのでね。もう今、上昇トレンドから下がってきて、割ってます。ゼネラルモーターズ、GM ですね。こちらの方も下がっているんですけど、上昇トレンドのサポートラインにちょうどいるところです。平均線と今、ちょうど近いです。なので、踏ん張りどころです。ここで割らなければね、上昇トレンド継続ですけど、割ればもう売りになると思います。はい。注目のテスラです。テスラは売り込まれてますね。他の11月上がってきた企業と違ってかなり下げております。しかも今の安値はかなり安いです。で、まあ人気があるのでこれを安くって買いたいと思うかもしれないですけど、下落トレンド中なので、僕的にはこれを見る限りで手出さない方がいいなと思います。はい。安いよって言っても、まだ上昇トレンド確定してませんのでね。最後、コカ・コーラです。お花さんもこう言ってましたけど、11月から登っていって、実はコカ・コーラ12月になっても継続して登ってきてしまいました。11月はずーっと上がってきてます。上がりすぎちゃっている感があるんですけど、実はサポートラインが61、現在63というところまで来ました。なので多分、落とした分はもう戻してきてます。全戻ししてますね。うん。で、コカ・コーラは、ここから61までもう一回落としても、ここ強いサポートがあるので、うまくいけば、ここから61まで下げてもまた戻ってこれば、このね、高値の66というところを抜けてこれば、もうコカ・コーラ安泰。だからダウの銘柄で、マクドナルドとかもそうですけど、ナイキ、コカ・コーラ、こういう安定した企業が引っ張っている感じがします。はい。あと、半導体もだいぶ上がってきましたけどね。はい。ということで、簡単ではありますけど、今日サポートラインをちょっと引いて、米国のね、分析を久しぶりさせていただきました。もしかすると土曜日、もうあと後半、分析をするかもしれません。後半はペプシ、それから P&G とかウォルマートとかいろいろ有名企業の方もね、テクニカルの方もちょっと分析していこうかなと思います。今日のまとめとしては、こういうダウ銘柄はちょっと買ってもいいところもあると。それから、半導体銘柄でいいなと思ってるところは、ちょっと、買ってもいいんではないかなと思ったりしました。そちらがテラダインとか、スカイワークスソリューションとか、割と新しい銘柄、それから、NVIDIA もいいのかななんて思いました。はい。じゃあ、土曜日なんですけども、また、そうですね。この説明もすると思います。実は新しく、投資の教科書っていうのを買いました。またね、皆さんと一緒に、これね、すごいいい教材で、学研が作ってるんですよ。初めて見ました。で、アウトプットもしやすいし、要は、学研って出ますかね、教材作ってる会社。教材を作ってる会社が、本当にこれから多分、本とかは投資の本っていっぱいあるんですけど、教材的なものってなかったので、株トレとはちょっとまた違いますけどね。こちらのね、説明をね、していって、今後これもね、入れていけたらなと思う。一緒にね、皆さんと投資の勉強っていうか、教科書なので、できるんじゃないかなと思っております。はい。ちょっと長くなりましたね。すいません。じゃあ、またね、土曜日、いろいろちょっとお話できて、一緒に学べたらと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい。今日はどうもありがとうございました。お疲れ様です。